はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そう、よかったね。柴崎もね、暑いけど、この通り、元気に毎日絵を描いてます。さて、今回のテーマは、柴崎が独断であなたの作品を見てお直しするコーナーの始まりです。今回の作品はですね、柴崎が主催するオンラインコミュニティ、シバーツのメンバーの方の作品です。さあ、どんな絵かな？ところでね、柴崎はあなたにね、チャンネル登録をお願いしています。していただけるとね、もう柴崎が作りたてのほやほやの動画をね、すぐにあなたにお届けする。そのお知らせがいきますのでね、ぜひ登録お願いしますね。はい。では早速やってみましょう。はい。では早速ね、見てみましょう。今日はどんな作品かな？楽しみだね。はい。これだね。よいしょ。シバーツの会員のね、初心子さんですね。昨日のライブの教えの復習で犬を描いてみた。先に、影を描いて、それを青で塗ってからピンクと黄色を塗り始めてまとめてみたという描き方だね。はい、よく勉強してますね。で、その作品が、これだね。このワンちゃんのデッサンうまいね。ね、ワンちゃんがこう、何か話しかけてるようなね、なんかその表情がとても素晴らしいですね。だからここら辺のことは基本的にはいいんだな。ちょっと気になるところはですね、ワンちゃんのね、この形はね、素晴らしいんですけどね、できれば、構図的に言うとね、もう少しこっちからこうやってしまって、こっちを狭く、こっちを広くっていうね、いうふうにしてくれてもいいし。それでね、この後ろにこうやって背景が重なってるんですけども、これがね、この背景がグリーン。で、こっちはピンクなんだけど、色素は違うんだけども、これ目を細くしてみるとね、メイドがすごくよく似てるんですよ。だから、このワンちゃんの形がね、今一歩、こうね、こんなに上手に描いてるんだけども、よくわからない。それから、このワンちゃんがね、これは影なんだということがね、わからないんだよね。だから、どうするかというとね、多分これ影だって言うんだけど、逆光になってるっていうことだよね。だからもっとここに、ここね、ここにもっと日向の面を作ると。ですね。それでこのワンちゃんの影の感じ、表す。と同時に、こっち後ろを、もうちょっと暗くするか、ワンちゃんを暗くするか、どちらかを暗くしてですね、背景との明度差をつける。ということです。では、そんなね、形でやってみようかなと思います。さあ、それじゃあね、やってみましょう。考え方としてね、入れ方でちょっとお話ししましたけども、ワンちゃんがなんかこういうふうに、こんな感じかな。ここら辺にいるので、要するに、この、真ん中辺にワンちゃんがですね、こうやっているから、この真ん中を避けてですね、少し大小っていうね、なるように、こっちの方にですね、こんな風に入れたらどうかなと。もうちょっとうまくわかりやすく書こうかな。こうなってるので、こっちの方にこう入れてね、こっちとこっちの開き方をですね、ちょっと変えてみましょうというようなこと。それからメイドのこともありましたので、今からね、メイドのことを含めてちょっと塗ってみますね。最初にブルー系の色を塗って、影を意識して描いたと。
いうことですよね。もう大変いいことですね。よいしょ、この感じかな。もうワンちゃんのデッサンは大変ですね。上手に描けてるかと思います。まあ、こうだね。この、大きくね、こう形を変えてしまうと、どうしても絵描くとね、こう細かいとこがね、に足をこう取られがちなんですけども、大きく描くと本当にそのもののこうパターンがですね、もう見えてきて、絵の組み立てがよくわかるんですね。そういう意味でも、やられたような表現の考えっていうのはとてもいいと思います。下の方をちょっと弱くしておきましょう。それで、後ろのメイドなんですけども、ここは空みたいな感じで描きたかったのかな。何したかったんだろう。ちょっとわからないけども。こっちとこっちをね、どっちを暗くするかと。結論から言うとそういうことなんですね。だからどちらでもいいんですよ。こっちを思いっきり暗く描くんであれば、こっちはそれも少し明るめですね。というようなことです。そんな感じでやってみようかな。こうやって、こうやって。メイドってのはこう、目を細めながら描くとね、わかるんですよね。今自分の塗った色が他の色に比べてどのくらい明るいのか暗いのかということがですね、よくわかると思います。よいしょ。木かなんかあるというイメージかな。非常にこう思い切った色使い、それからウエットを生かした表現というのはね、大変いいと思います。こうなってるかな。で、影がということだったので、ここのところね、この光のところは、できるだけこの紙の白を残すというかね、生かすように、描いてみたらいかがでしょうね。はい。でまずこんなふうにまず大きく見ました。で、そしたらだんだん色を加えていくんですけども、このワンちゃんなんてワンちゃんなのかなちょっと正直勉強不足でわからないんですけども、こう塗りながら、ここが日陰なんですけども、日向はですね、基本的には紙の白で、日向と日陰にこう映るところに、そのワンちゃんの体毛の色がですね、こうちょっと見えるようにしてから、これをこっちにこう被せていくと。こうやってですね。ちょっとはみ出るようにですね。はい。そうなさるといいのかなと思います。これは耳のあたりかなっていうと、ここにもですね。ここにも光当たってるよね。そう書いてあるね。こうなってこう。だから、このまま全体にこうかぶせてあげましょうかね。こっちもこう切って、ここに光が当たってるんだね。これね。ここにちょっとこう光が見えてるんだ。こうなんだね。で、だからこういうところ、こう光が当たって、でもできるだけ紙の白ですね。口のところも向こう側とこっち。それで、なんか色がありそうですね。はい。こんなところがこうなってるのかな。こんなところもなんかこうなってるのかな。こうなって、で、ここが耳のここら辺が暗いんだ。ずっとね。ここが、こうやって、暗い。それから顎の下がもっと暗い。
こがかなり暗いんだよね。鼻は、ここは多分一箇所ピカッと光ってる感じかな。では、ちょっと暖色にして、これが鼻。じゃあこの辺をちょっと光らせて、こんなんでいいかな。こんなんなって、こうなってるのかな。それで、お目目が、こうなってる。ここは髪の白だから、ここは少し明度差をつけて、ここだよね。ここは、髪の白が生きてくるようにですね。こうかな。お口の中はどうなってんだろう。ここは光が当たってそうな感じもするね。だとすると、こんなんでいいのかな。こっちもこう来て、で、ここが暗いのか。もう添削させてもらってると勉強になりますね。これがこうなって。ああ、確かにワンちゃんのこうなってるよね。と、こう。こっちは、少し暖色っぽくしようかな、こうやって。で、これが、ここが日向と日陰の境目で、で、これが特に暗い。これがね、で、ここがこうなって、鼻の下がこっからこう分かれてんだね。こっちがこういうふうに分かれて、で、こっちからこうやって、こっちに来てるんだ。だから、この中がこうなって、こんな具合かな。で、上の方は光がちょっと感じられるので、こんな色になってる。ここら辺も境目が、これもちょっと光が感じられてもいいかな。影の方がもう一回ですね。ここがなんかこう切っていて、こうなって、こうですかね。ここなんかこうね、柔らかい毛を描いてますもんね。こうなって、こうかな。こう切って、こうなって、ここがもっと寒色で、で、こっちはこのまんま。ここは結構明るくてですね、こうか。で、まあ、ここら辺、何か、こういう感じかな。ここが、ちょっと光を、もう一度、この形を表すために、この際までちょっと塗って、これが、もう少しピンクっぽいのかな。こう切って、これが、このくらい暗く。
よいしょ。こうかな。重めが、だからここは、このとこはこうなってるんだね。こうなって、こっちへこう来ていて、こう来てるんでしょうかね。蓋をちょっと赤くして、こっちへちょっとこう入るようにしてあげて、こんな感じですね。こうなっていって、こうなっていていいかな。それで、なんかちょっと黒くなってる。このワンちゃんのお目目は何色してるんだろうな。ここ。こんな感じかな。もうちょっと向こうにやろうかな。はーい。ここが、こうもうちょっと肉が下がってきた感じなんだね。こうなってるんだわ。こんな雰囲気なんだね、ここ。これが、ここは、ね、こうだよね。それで、ここがもうちょっとぶら下がってんだ。こうなって、もうちょっと赤がいいかな。こうなってきて、こうなってるんだね。こんなともうちょっと色入れようかな。で、こうなってる。ちょっとこんなになってたりする。それで、鼻のところが、ここら辺が多分こう日陰にして、こっちも、よいしょっと、もう一回お目目もちょっと暗く描こうかな。どうかな？逆光に見えるかな？光が当たった感じってね、おっしゃってるので。まあでも、だいぶピンクっぽいワンちゃんで、もう少しピンクかけた方がいいかな。あまり元の絵と違うのも変ですもんね。少しピンクかけますね。このくらいのがいいかな。こうやって、このくらいピンクの方がいいかな。ちょっとお化粧して、もうちょっとオレンジっぽい色もかけましょうか。こんな感じかな。お口の中もちょっと赤くしておこうかな。健康そうにですね。ここのあたり。どうでしょうか。これで、光というものが感じられる絵になったかな。ちょっと歯のあたりですね。主人公さんのこのワンちゃんが大変可愛くね、こうかけてますので、こうなってんのかな。もうちょっとこれもこうで、はい、ということで出来上がりです。まあ、ここでそうですね、光というものをもう少しちょっと強調してみたんですけども、まあ、少なくともまずメイドで言うと、まあ、このワンちゃんですね。ワンちゃんと背景がね、こうちょっとこう暗さがこう似ている感じがするんだね。
つまり同名度なので、このワンちゃんですね、を暗くして、後ろをちょっと明るくしたというね。まずは大きくはそこですね。それから、やっぱりこの、例えばこんな風にですね、光の面は、もっと意識的に明るく暖かくですね。影の面はもっと意識的に暗く、冷たくというのね、色使いということにして、光というものですね、おっしゃっていたように光というものをもっとこう見てみたということです。はい。はい、書き上がりました。ねえ、ワンちゃん上手だったよね。ちょっとね、このメイドのこととかね、配置をちょっと変えたらどうかなというね、提案を含めての、お直しでした。少しでもね、あなたに、参考になったら、柴崎もとっても嬉しいです。毎日ね、暑いですから、体に気をつけて過ごしましょう。そして、またすぐにお会いしましょうね。はい、今日はどうもありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない、柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴集メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんなシバースのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。